スリッパは足の病気を悪化させるだけではなく、足が太くもなってしまうのでやめた方が良いです。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回はスリッパをお家で履くことについてです。スリッパは足が冷える場合などには暖かくもなりますし、家で履いているという方は結構おられるのではないでしょうか。しかし私は足の専門家の立場としてスリッパを履くのはやめた方が良いというふうにアドバイスしています。それはなぜか。一言で言うと足に悪いから。足が痛くもなったり、足の病気が悪化したり、足が太くなることばかりでいいことは一つもありません。やめた方が無難です。それはなぜかをこの動画で解説していきます。では今回の内容です。まず、スリッパが足に悪い理由です。そして、スリッパによる障害はどんなものがあるのか。最後に、ではスリッパを履かずにどうすればよいのか。何をお家では履いたらよいのか。このあたりについてお伝えしていきます。今回の動画をご覧になることであなたは、スリッパが足に及ぼしている弊害に気づくことができ、そしてお家ではどのように過ごせばよいのか、どのように過ごせば足が良くなるのかについて理解することができます。ではまず足にスリッパが悪い理由についてです。これは一言で言うと分かりやすく言えば歩き方が悪くなるからというふうな言い方ができます。スリッパを履いて歩くということは、スリッパは別名つっかけと言ったりするように足の前部分で歩くような構造になっています。これは普通の状態ではありません。ですから足の前の方で歩く習慣になり、脱げないように力を入れて歩くことになり、脱げないように足を引きずるような歩き方になる。このあたりがどれも足の病気を悪化させたり、痛みをひどくしたり、無用な力を入れることによって太くなったりすることにつながる。これが私がスリッパを履くのをやめた方が良いというふうに言っている理由になります。では具体的にスリッパを履くことによってどのような障害が起きるのかという話に移っていきます。先ほど少し触れているように、体の真下はかかとなので、足はかかとに乗って立ってかかとに乗って歩くのが基本的な使い方になっています。足の前の方に乗って歩くのは標準ではありません。足の前の方というのは実を言うとどういう時に使うかというと、加速する時、走る時などに使うようになっています。ですから前傾すると足の前の方に体重は乗ります。そしてこの前傾状態というのは走る、加速する、そのような状態ですね。走りもしないのに足の前の方を使ってばかりいると、足の前の方というのはそれほど強くはありません。圧倒的にかかとの方が構造的にも強くなっていますので、かかとに乗っていれば障害が起きないものの、前の方に乗っているとそれだけで外反母趾や足の前の方に魚の目がたくさんできたり、足の前の方の疾患というのは巻き爪も含めて様々出てくることになります。そして足の前の方に負担をかけて歩くようになれば、次はその体全体も前に倒れることによって体の前面に圧力がかかります。前面というとピンとこなければ、膝や太ももの前側あたりに圧がかかるということですね。ですから前傾で歩けば膝に負担が大きくなり、そして太ももの前ばっかり刺激されることによって太ももの前側がパンパンに張って太くなったりします。足が無用に太くなって喜ぶ方というのはおられないでしょう。そして膝に圧力をかけることによって本来出ない痛みが出たりもします。膝が今痛い方はさらに痛くなることになります。気づいておられないだけで、お家でスリッパを履いているだけで膝が痛くなっているということもよくあるのです。外反母趾の方がスリッパでの生活によって余計ひどくなっているということもあります。ですからこういった面でもスリッパは避けた方が無難です。そしてスリッパを履くと足を引きずるように歩くので、足が上がりにくくなっています。足が上がりにくい歩き方が癖づくことによって転倒が増えます。何もないところでつまずいたり、体が先に突っ込んで足はついていかず、それでこけてしまったりすることがすごく増えます。転倒というのは寝たきりの原因のかなり上位を占める要因です。
ですからこのような面からしてもスリッパは履かない方が健康には良いというふうな言い方ができます。では最後にどうすればよいのかについてです。スリッパを履かなければ何を履いて普段生活すればよいのかですが、これは一番のおすすめは裸足になります。履かないという選択ですね。足は冷えてしまうかもしれませんが、そこは靴下などでカバーする。裸足といっても靴下ぐらいは構いませんので、靴下でカバーする。もしフローリングで靴下で滑る場合などであれば、今は靴下の裏にご自分でチューブを絞って滑り止めをつけるようなものまで売っています。ですからできるだけ裸足に近い状態。もしもどうしてもスリッパのようなものを履きたいのであれば、つっかけのように前だけ使うものではなく、足全体がカバーされる、かかとまでカバーされていて簡単には脱げない、足を持ち上げて歩くことができるようなものを選ぶようにしましょう。しかしそれを選ぶときも気をつけていただきたいのは、この足を入れる中側ですねにムートンみたいなモコモコが出ていて滑るような安定しないようなものは避けてください。何せ足元はできるだけ安定した状態を作っていただきたいので、つっかけはもちろん、つっかけじゃなくても中が不安定なようなものは転倒が増えてしまいます。いかがでしょうか。スリッパというのは何気なく履いていたりしますが、百害あって一利なしと言っても良いようなものです。強いて言えば足が冷えるのを防いでくれるとは言えますが、それも他の方法があります。皆さんご自身もスリッパはできるだけやめて裸足の生活にしてください。そして皆さんのご両親の状態も気にしてあげてください。この情報を知らないご両親がいれば、ぜひ教えてあげてスリッパではない生活にするようにしましょう。そうすれば転倒のリスクも減り、足に負担が減って痛みのない生活に近づいていくことができます。